こんにちは。今回は、ツーストのパワーバンドというものを経験してみたくなって、ヤフオクで落札した NSR を直した時のお話です。出品者の説明では、エンジンはかかる、整備はしている、ということだったので、軽く整備して中華カウルつければいいかなと考えていました。ヤフオク車両に期待するのが間違っているのは理解しているつもりですが、まあまあ手がかかりそうですね。チェーンは使えそうですが、見た目が悪いので交換です。チェーンスライダーは当然ちぎれています。タンクの左側に凹みがあります。ダチゴケして縁石に当てたそうです。お手製のフェンダーレス加工、これは加工してないのを探して交換です。タンクキャップ、錆びたボルトを交換するだけで良さそう。トップブリッジは塗装したいですね。リザーバータンクはひび割れ。フルードも終わってますね。参考までに、メーターの距離は、11,680キロ。キルスイッチ。色あせてます。それにしてもこのカウルですが、ご丁寧に内側まで塗られています。鑑識クラッチのカバーです。中途半端に塗られています。シートレールはまあまあ錆びてます。リザーバータンクは変色して中が見えません。PGM3 です。RC バルブは無事動きました。とりあえず、タンクの塗装を落としてみます。ラッカーシンナーで根気よく擦ります。落ちました。が、ご丁寧に足付けしてあり、ところどころ下地まで出ています。リアフェンダーが届いたので、つけてみます。それにしても高かった。カウルの方も根気よく塗装を落としました。割れているところはプラリペアでくっつけます。シートカウルは裏に FRP を貼って補強します。凹みを引っ張る道具です。ケミカルプーラーというらしいです。当然デカールは犠牲になります。そして3日間引っ張った結果がこちらです。これが、こう。これが、ここまで戻りました。ここまでやったところで、ついに届きました。中華カウルセットです。遠目にはすごく綺麗です。購入は Amazon、SP カラーの商品でしたが、SE カラーにしてもらいました。まあ細かいところは気になりますが、大きな加工も必要なく、割とすんなりつきました。走りに行って、めでたしめでたし、ご視聴ありがとうございました。わけはなく。走れないほどではないので、我慢できずにちょっと乗っただけでした。それでは、中華カウルは一旦しまって整備していきます。フォークを外し、オイルを抜いて分解しておきます。中華カウルの、このヨレヨレの文字と、ここの隙間がどうしても気になる。純正デカールは廃盤なのでつてのない自分には入手できないので、純正にはないレプリカを作ることにしました。ホンダコレクションホールにあった RC211V にすることにしました。中華カウルでも定番デザインですが、純正カウルを使って、直塗装でいきます。まずは中華カウルを元に割れた純正カウルを復元していきます。中華カウルで型取りして、プラリペアで割れた部分を作っていきます。直したパーツから、プラサフを塗っていきます。ホイールも塗装するので外します。剥離剤で塗装を剥がします。ガリ傷は、GM8300 パテで補修します。プラサフ塗って、バイブラントオレンジで塗装します。もうかっこいい。タンクも塗装を剥ぎます。パテ持って、
塗装して、カッチングシートでウイングマークを作って調整していきます。貼りました。クリア塗装、下手くそなので柚子肌です。1000番ペーパー。コンパウンドで仕上げです。タンク完成。カウル用のロゴを作ります。いい感じで曲げると貼った時まっすぐになります。スポンサーロゴを量産します。お手本を見ながら位置を調整。貼りました。ラジエーターのフィンを修正します。メーターも汚れているので、分解して洗います。LED ウインカーのために、ハーネスにダイオードを仕込んでおきます。ブレーキのオーバーホール。フルードが泥のようになって経路に詰まってました。錆はないし、フルードの結晶もなかったけど、どのくらい交換しないとこうなるんでしょうね。フロントを組み立てて、リアも組み立てて、キャブもオーバーホールします。これでよくエンジンかかってたな。写真はないですが、NSR の泣きどころ、クランクのセンターシールが抜けかけてたのでオーバーホールに出しました。ミッションは問題なかったのですが、チェンジスピンドルが曲がっていたので、中古を探します。シリンダーを組む際にトルクレンチがかからない場所があるのですが、そこはオフセットアダプターを使うと SSD がなくても大丈夫です。ミッションを、組み込みます。フライホイールも組み込んで、キャブをつけて、オイルポンプの回動調整。RC バルブの回動調整。水回りのホースをつけて完成。タンクを乗せて、カウルをつけていきます。完成。お手本との比較、割と似せられたのではないでしょうか？自分的には満足です。チャンバーを、ドッグファイトレーシングに交換しました。
バンド派経験できましたが、車体が軽いせいか、ちょっと恐怖すら感じます。